一発やん。ディーン。今日は、扇町に滑りに行くけど、このビデオのメインは上手くなる方法の発展を教えます。最初は特に、初心者だったらいつもどこでもプッシュする。俺は、フロリダ出身で、フロリダには電車とか全然ないので、高校と中学校の時に、いいスポットを滑るために友達と少なくても20分ぐらいプッシュしてた。たまに1時間もプッシュした。それでずっとプッシュして足が疲れるようになったらスイッチのプッシュで練習できる。コンビニとか行く時でもプッシュの練習できる。次は、スケートパーク行くの怖がらないでください。初心者だった時になんかスケートパーク行ったらみんなめっちゃ上手くてちょっと怖いけど、普通にほとんどみんなが優しいから言えない。怖がらないでください。たまになんか性格悪い人もおるけどほとんどみんなが優しいんで、普通に一緒に楽しむこと。あとは、自分より上手い人と一緒に滑った方が早く上手くなる。多分子供多分カリフォルニアとかみんな若い人がめっちゃ上手いの理由なのは周りの人がめっちゃ上手いと思う。上手い友達おったら普通になんか技のコツとか教えてくれる。あとは普通になんか自分が無理と思う技が普通に自分の目で見たらなんか人ができるってことを知るようになるから、それがいいと思う。次はさっきと一緒になるけど、自分より上手い人と一緒に滑った時にその人の足をちゃんとよく見た方がいい。スケボーの映像とか見るときにちゃんと足見たらなんか技のやり方を知るようになると思う。初心者だった時になんかずっとスケートビデオを見ながらなんかプロの足を見てた。どのスタンスとかこの技のためにどのスタンスした方がいいとか考えながら足を見てた。次はストレッチすることです。なんか若い時に多分10歳から20歳の時多分あんまりストレッチしなくてもまだいけるけど、誰でもストレッチした方がいいと思う。ストレッチしないと筋肉が固まるんで、体にいいし、例えばナイジャー・ヒューストンの映像を見たらこける時に体がめっちゃストレッチできるから怪我しない。特に
滑ってからストレッチした方がいい。次は、難しい技する前に基本の簡単な技をやる方がいい。オーリーとかシャベットとか180とか、普通にキックフリップできないならハードはやらないやろ。180できない人は当たり前フロントサイドフリップとかできないから、まずは基本の技をできてから難しい技をやること。フラットでできない技は当たり前ステアとかやってみないでください。それで怪我するから。多分連続で何かの技を3、4、5回ぐらいできたらその技ができるようになった。10回の1回でできたらそれはまだできない。あとは普通じゃないことをするのを怖がらないでください。お、やった。一発で言った。たまになんかかっこよく見えるけど難しくない技あるから新しいことするのが怖がらないでください。なんか難しくないけど楽しいやついっぱいあるから。一斉に早い、追いつかれる。見えるかな。最後はスケートゲームすることです。友達と一緒にスケートゲームするときになんか自分で普通にやらないことをやらなきゃから、たまにスケートゲームやったらできるようになる。時々全然乗ったことない技をスケートゲームで乗るから楽しい。友達おらんだったら知らない人と一緒でもスケートゲームできるから大丈夫です。最後の最後のはボーナス点で普通にスケボーで楽しむことです。楽しくないとめんどくさいだけで、スケボーは痛いから楽しくないならやらない方がいい。いつも楽しんだ方がいい。イエいける当たった？
キックフリップはこっちで。おお、一発やん。ディーン。何探してる？はい、上にあるかな。You amazed, what can I say? I wanna play, too scared to start you. Take away my confidence, I'm a lion from Oz. And you're a front just like the sun, I keep my eye on. 寒いやん。なんでアイス買うの？あんまで安いな。ガスいる？いらない。 Check the inspiration to my songs, cause yeah, you have that effect. I'm next. Why did it take me this long to find you? And why the hell am I just living life right behind you? You're the rain in my